不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは九州にお住まいの女性が今から15年ほど前に体験したお話です。その方を仮に泉さんとしておきますが、当時泉さんは冠婚葬祭を執り行う会社に勤めていました。ある日、泉さんの直属の上司の男性から今から会社の倉庫に一緒についてきてくれと言われました。そこで泉さんは言われた通り上司と共に会社の倉庫に行ったそうです。その倉庫というのは古い一軒家で、空き家だったものを倉庫代わりに会社が使っていました。中に入ると少し薄暗く、会社の荷物がしまってあるだけのようで、誰もいませんでした。すると上司は、ここから持って帰るものがあるからそれを運んでほしいんだよと言って泉さんに紙袋を渡したそうです。そして2階に来るようにと指示を出し、泉さんは上司に続いて階段を上がっていきました。倉庫の2階は普通にいくつかの部屋があり、そのうちの一つの和室の襖を上司が開けたそうです。するとその部屋の中にはいろんな高級感のある和食器や洋食器、花瓶などなどがたくさんしまってありました。泉さんは、冠婚葬祭の催しや宴会などで使うものなんだな、などと思っていると、上司が、これとこれを紙袋に入れてくれ、それとこれとこれも、という感じで持ち帰るものを示していきました。そこで泉さんは言われた通り、その持ち帰るという物品を渡された紙袋に入れていったそうです。しばらくはそんな感じでどんどん袋に入れていきました。すると急に上司の顔色が変わり、何かに慌ててそわそわしだしたそうです。泉さんがどうしたのかなと思うや否や、突然、早く下に降りろと言いました。泉さんは訳が分からずきょとんとしていると、いいから早くしろと上司は泉さんに階段を降りるように促しました。そこで何が何だか分からないまま、慌てて上司と一緒に下に駆け下りたそうです。そしてこの家には隣接する小屋があったのですが、上司は泉さんにその小屋の中に入るように指示し、俺が迎えに来るまでここにずっと隠れていろ。音は絶対立てるな。静かにじっとしていろ。いいな。そう強く言い残してどこかに去っていきました。さて、一人でそんな小屋の中にいきなり取り残された泉さんは、上司と自分に何が起きているのかもわからず、ただただ恐ろしかったそうです。小屋の中は埃臭い荷物がたくさんありました。どうやらこの小屋はこの家の物置という感じでしたが、中は窓がないのか薄暗く、泉さんは気味が悪くなり、小屋の隅にうずくまっていました。どれくらい時間が経ったのか、シーンと静まり返った小屋の中で10分ぐらい息を潜めていたそうです。すると突然泉さんの携帯が鳴り出しました。うわっとびっくりしましたが、それは泉さんの携帯の着信音ではない、聞いたこともない音楽が鳴り出しました。なんで着信音がこの音楽なんだと思いましたが、深く考える余裕もなく、とにかく音を立ててはいけないので、やばい、止めなきゃと慌てたそうです。ですから発信元を確認せずにすぐに電源をオフにしたのですが、それでも音楽は携帯から鳴り続けていました。電源を切っているので音が鳴るわけがないですから、どうしてと泉さんはさらにパニックになりました。とっさに両手で携帯を包み込むようにしてぎゅっと押さえながら、鳴るなと必死に念じていました。それでも一向に音は鳴りやまず、泉さんは恐ろしさで
頭が真っ白になっていました。すると間もなく上司が慌てた様子で小屋の中に入ってきました。そして一言「帰るぞ!」と言って泉さんを通りに止めてある車に乗り込むように指示しました。車に行き着くまでの間もずっと泉さんの携帯からは音楽が流れていました。上司は「その音楽をやめろ!」と言って泉さんを急いで車に押し込めたそうです。ところが車の中でも音楽は鳴り続けていました。上司は「早く止めろと言っただろう!」と怒鳴ってきたので、泉さんは「止まらないんです。電源も入っていないんです」と言い返したそうです。そんなわけがないだろうと上司はしばらく怒っていましたが、車を走らせている最中もずっと音楽が鳴っていました。するとやっと15分くらい過ぎた頃、突然プツッと音楽が止まったということでした。泉さんがほっと胸をなで下ろしていると、いつの間にか事務所の前に着き、車から降ろされたということでした。泉さんはため息をつきながら事務所に入っていき、その時携帯電話の電源を入れて、さっきの音源の発信元は誰だったのか確認してみたそうです。すると着信履歴を見ると誰もかけていなかったのです。そんなはずはない。じゃあ一体あの音楽は何だったんだろうと泉さんは不可解でなりませんでした。その後数日してからです。あの上司が会社を解雇されたと聞いたそうです。噂では横領と物品盗難でクビになったということでした。泉さんは何も知らなかったのですが、あの倉庫で紙袋に入れたものを盗むつもりだったらしいのです。後で分かったのですが、あの時上司がひどく慌てて泉さんを隠れさせたのは、会社の別の職員が倉庫にやってきたのに気がついたからで、あの後上司が見つかったらしく、いざこざになっていたということでした。泉さんはあの時小屋に隠れていたので見つかりませんでしたが、もう少しで窃盗の片棒を担いだと思われるところだったのです。あの時2階から運び出した品は結局上司があの日そのまま盗んで持ち帰ったそうです。今から思うと、携帯から音楽が鳴り続けていたのは、自分が危険に巻き込まれているのを守護霊が知らせようとしていたのではないかと泉さんは思うそうです。その男性上司とは関わるなと警告するため、ずっと音楽が流れていたのかもしれません。ところで携帯にかかってきた着信の音楽ですが、癒し系のピアノ音楽だったそうです。不思議なのですが、霊的な現象ではなぜかピアノの音が聞こえることが多い感じがしますね。第2話、不動産屋さんの怪談です。これは九州地方の障害者福祉事務所で働いていた女性の方の体験談です。その方を仮に恵子さんとしておきます。恵子さんは障害者の自宅に伺い、掃除、買い物、入浴などのサービスをするのが仕事でした。それは今から4年前、ある障害者の男性の自宅マンションに恵子さんが一人で伺った時のことでした。その男性は50代の重度の肢体不自由な方で、ほぼベッドに寝たきりで一人暮らしをしていたそうです。さて、その日恵子さんは男性の入浴介助をすることになっていました。早速男性のマンションの正面玄関に到着すると、恵子さんはその男性の部屋番号を押しました。すぐにその障害者の男性らしき少ししゃがれた特徴のある声で「はい」と応答があり、恵子さんは「〇〇福祉事務所の何々です」
と名前を告げたそうです。すると男性がどうぞと言って正面玄関のオートロックを解除してくれたので、恵子さんは1階ホールに入り、エレベーターに乗って3階で降り、男性の部屋の前に到着しました。男性の部屋は施錠していないと聞いていたので、そのままドアを開け、お邪魔しますと声をかけながら、恵子さんは中に入ったそうです。すると障害者の男性は一番奥の部屋のベッドで横になっていました。そこは 1LDK とは名ばかりの狭い部屋だったそうです。恵子さんは今日は入浴介助をしますので入りますかと確認すると、はいと返事がありました。そこでこの男性は肢体不自由ですから、ベッドにほぼ寝たきりの方をどのような段取りで入浴させるかなど説明し、当然湯船に浸かる入浴は危険ですのでシャワーで洗うことにしました。まずユニットバスを下見すると、とても狭く洗面所もついているので、その狭い中で一人の男性の入浴介助をするというのはかなり大変になると分かりました。でも恵子さんはそれが仕事なので、まず男性をベッドから車椅子に移し、お風呂場まで連れて行き、そこでシャツズボンを脱がして下着のパンツだけになってもらいました。そして恵子さんは男性を抱き支えて浴槽の縁に座らせたそうです。普通だったら障害者の風呂場には手すりや椅子があるのですが、男性はまだサービスを始めたばかりだったので、それらがなく恵子さんが男性の体を支えてあげなくてはなりませんでした。男性は上半身は動かせましたが、力なく赤ん坊のように弱々しいので、ずっとしっかり抱きかかえた状態で入浴が始まりました。頭から全身を洗い流している最中も男性はぐらつくので、恵子さんは汗だくになりながら支え、なんとかシャワー浴を終わらせました。そしてまた男性を車椅子に座らせ、ベッドまで運んで横になった状態で着替えを終了しました。そして最後に部屋の掃除をしてから恵子さんは帰ったそうです。その後、恵子さんは数回この男性宅に伺ってから担当を外れ他の方のサポートに回りました。ただもう行くことはなくなったのに、なぜか恵子さんはあの男性のことが気になって仕方がありませんでした。介護中も何か違和感を感じ、釈然としないものがあったのです。さて、ここまでお話を聞いて何かおかしいことに気がつきませんでした？恵子さんはその男性から食事などは近所に住む友人が毎日世話をしてくれていると聞いていたので、それは良かったのですが、ふと変だなと思いました。恵子さんが毎回男性のマンションを訪れた時、男性がすぐインターホンに応答し、正面玄関のオートロックを解除していました。部屋の方の玄関はいつも開けているということですが、マンションの正面玄関のオートロックはどうやって解除していたのだろうと不可解でした。インターホンの応答やオートロック解除などの操作を遠隔でできるリモコンや携帯ソフトがないことは、事前の情報と恵子さん自身の確認で分かっていました。インターホンはベッドから離れているので、もし男性が自力で車椅子に乗ってインターホンに出てロックを解除するという作業をしていたなら、応答までもっとずっと時間がかかります。あらかじめ車椅子でインターホンの前まで自力で来て恵子さんが来るのを待っていたということもありますが、恵子さんが部屋に着くと彼はいつもベッドに寝ていたのです。応答した後に男性がベッドに戻るのも容易ではないはずで、恵子さんが1階から男性の部屋に到着するまでの間のあの数分間では絶対不可能でした。そう考えると、一体誰が恵子さんの呼び出しに応答していたのか。
もし他に人がいたなら、それを隠す必要もなく、隠れる場所もありません。そもそも応答した時の特徴ある声は、間違いなくあの男性の声だったそうです。この謎の答えは未だに不明ですが、怪談的に考えるなら、幽霊や生き霊が応答していたということになり、一コアなら障害者のなりすましということになります。皆さんはどう考えますか？ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。